その勢いで、はい、エメに残ってしまったと。なんと81バギーの方が先だったんですけど、はいはい、電動バギーは同じ年にうんエメに、目標としてたエメに残ることができて、確実に実力として開花してきたということそうですねが言えますね。はい、でその時に一つだけ面白い話があるんですけど、2区はやっぱりちょっとスピードがもともと足りなくて、ちょっと実力的にはちょっと無理かなと、4区はラップタイムが速かったんですね、であの時覚えてるのが多分広坂さんと、広坂さんが速かったのは間違いないんですけど、同じぐらいタイムが出てたんですよね、ラップタイムだけ、一発だけ、で予選から最初は速いんですよ、でも電池が持たないあの時まだ4分レースだったんですけど、もう3分半ぐらいでもう電池がなくなっちゃう、帰ってこれない、もう最後に追い詰められて、で完走しなきゃいけないけど、でもスピードを落としてまでやる技術がなかったんで、もうそれを抑えることができない、もういつも通り握っちゃう、速いけど垂れちゃう、でそれを見てたJ パワーの関口さんと、あと電池を供給していただいてた、その頃新名古屋という松並さんという方が電池を供給していただいてて、でその電池を最後の予選に借りに行った時に、松並さんに「アラボーネ、これうちの中で一番いい電池だから」と「もうこれ以上ないから」もしこれでもう一回電池使い切っちゃって走りきれなかったら、お前もうラジコンやめろってもうそれもう持たすことも技術だからこれで持たせられないっていうのも才能がないから、これもし垂らしたらもうラジコンやめろってでラジコンやめたくないからあの時はなんでそんな厳しいこと言うのって思ったんですけど、あの言葉っていうのはもう本当に僕の実力をしっかり結果に結びつけるためにはあの言葉しかなかったんじゃないかなと。では抑えることも覚えなきゃいけないと。で当然抑えなきゃダメなのは自分で分かってるんで、なんとかもう行き当たりばったりでもちょっとやっぱ握らないように少しパワーをセーブする、そしたらラップタイムはちょっと落ちたんですけど、思いのほかそこまでスピードは落ちず、それでもね最後は確か少し電池が垂れたと思うんですけど、なんと走り切って、じゃあ10番で残ったんですよねギリギリ10番手で、だから速いだけじゃ戦えないと、そのものあの時もものが自分が使ってるものがじゃあその大会出てる人たちの中でどれぐらいのレベルのものを使ってるかなんか当然わからないんで、もしかしたらすごくいいものを供給されてるのかもしれないし、容量的にはかなり厳しいものだったのかもわからないですけど、とにかく結果を出すためにはそんなこと言ってられないですね。もう与えられたものを最大限に生かすというのをあの時に学んだ感じですね。それもまた自分若い時にね。そうですね。もうそうすれば結果はついてくるというのを教えてもらったと思うんですよね。でその時決勝もやっぱりラップタイムだけで言ったらかなり出てたと思うんですけど、決勝も垂れてもいいから思いっきりいけみたいな感じだったんであんまり気にせずに、でもあの時予選のいい経験が1回あったんで、決勝は確かあんまり電池がなくならなかったと思うんですよね。やっぱりちょっとそこで少し抑える無駄を省くというのをちょっと学び始めてたのかもしれないですね。かなり普通だと経験しないような考え方とか価値観とか自分の身の振り方とかっていうのを、かなり若い段階で、人生経験社会経験っていうんですかね、学んでいたんですね。そうですね。やっぱりああいう大人たちに揉まれてきたのが、僕の中ではすごく良かったなと思いますけどね。ちなみにそのあたりの時に台頭してきた人間って周りにいましたか？そうですね。僕は、世代的には、今有名なパイセン、前泉パイセンですね。前泉パイセンですよね。前泉パイセン、まさに僕からするとパイセンなんで、僕が始めた頃にはもう活躍されてた。そうなんですね。パイセンの一個下の世代が僕だと思うんですけど、でそこには鈴木宏君、彼もやっぱり横もでバリバリに活躍してて、次の正美を狙う世代で言ったらパイセン前泉さん時代と、鈴木宏君、明君、兄弟
が僕のちょっと上の世代で、で僕と足立慎之介ですよね。なるほど。はい。まあ図式が見えてきましたね。そういう感じだったので、あの頃はまだ僕とか慎之介が一番下の年代で、ずっとそのままこうみんなが年を取りながら、まあ広坂さんを頂点としてこうやってきた感じですよね。はい。じゃあ次なる転機とかステップという意味では、その後どういったことが起きましたか？そうですね、その時、まあ、だいぶこう全日本選手権でも A メインに残るようになってきて、やっぱその次なる目標としては、やっぱ広坂正美を倒さないと。まあそれが5分おきぐらいにその名前がやっぱ出てきますね。そうですね、まあ、僕はもう広坂正美から始まり、ずっと追っかけてきた、もう広坂正美をもう倒すというところが、もうその頃には、まあ、中学生の頃にはもうそう思って。もう芽生えていたんですね。そうですね。憧れの存在から、倒す存在と。そうですね、倒さなきゃいけないと。まあ、あの人を倒さない限り、まあ、一番にはなれないと。なるほど。っていうのも見てたらもう明らかなのはもう分かってたんで、まあ、広坂正美に戦いを挑み、やっぱり勝てずに、去っていってしまった人たちもいっぱい見てきたんで、なるほど。やっぱり自分は勝って生き残っていきたいなと。いう目標に切り替わってきたのがやっぱ中学生後半ですね。そこを倒さないと練習したサインも無駄になりますし、そうなんですよね。サイン書くことなく終わってしまうのも世界チャンピオンになるというのもね、倒す必要ありますから。そうなんですよね。でまあ、世界選手権とかもまあ、その頃参加するようになってきて、初めて出た世界選手権がちょうど足立慎之介も同じ初めて出たあの時一緒に行ってたんですね。そうですね、同じ場所にいましたね。でも友達でしたけど、まあ、彼は横本として行ってて、僕は教授だったんで、まあ、現地でね交流はあんまりなかったですけど、割とバチバチの時代だったんですね。いやまあそうですね、まだそこまでじゃなかったと思うんですけど、まあ、競争チーム自体はあの頃やっぱ横もチームに比べるとやっぱりちょっと規模がそこまでレースにかける力の規模っていうのはそこまで大きくなかったんで、まあ、競争はちょっと小さいチーム、横も大きいチームって感じで慎之介は大きい方にいて、僕はまあ少数の方にいたんで、まあ、うちらはどっちかというとローカルな感じのスタンスでやってましたけど、渡航費とかっていうのはやはりお父さんが捻出してくれたんですよね。これがですね、後から知った話なんですけど、実はその時に僕はもうまあちょっと勘違いというか、まあ京商さんからもこう応援をいただいてたんで、てっきり京商さんが全部面倒見てくれてたんだと僕は思ってたんですね。そうしたらまあ後々そのお世話になった筑波さん、オートモデルの筑波さんから聞いた話では、筑波さんとあとうちの父親、折半で、なんとで僕はどっちも出してないと思ってたんで、衝撃でしたね、これ聞いた時。衝撃ですね。もう本当にあの時は、心からの感謝というか、感謝っていう気持ちはこういうところで生まれるんだなと、あの時は分からなかったけど、今やっぱその感謝は返さなきゃいけないなと、どういう形かでやっぱり返さなきゃいけないなと思わせてくれる衝撃事実として僕の中にあるんですけど、あんま筑さんと原君が仲良く話してるシーンをあんま見たことないですけど、まあ今はあんまりもうそもそもね、サーキット場に僕は行ってない時代が、まあ期間が長いんで。ですけど、いまだに連絡も当然取りますし、まあ、サーキット場では会ってないことが多いですけど、プライベートではちょっと飲み行ったりとか、それはよかったです。してますよ。そうなんですね。あの頃はまだその旅費までは持ってもらえる環境にはなかったですね、そのメーカーからは。で、ほら、足立君が A メインに残ったじゃないですか。そうなんですよ。あれはもう僕の中ではなんだろうな、許せない自分の中では許せない出来事にはなってますよね。なんで慎之介が A メインで自分は入れないんだと。で僕は正直あの時僕のは上だと思ってたんで、まあ、そのローカルな結果とか全日本選手権の結果とかで、まあ自分、要は調子に乗ってたってことですね。勘違いしてた、そんなわけがないと、彼がいけるなら自分もいけるはずだという単純な発想でちょっと許せなかったですね。でもあの時ぐらいからまあ、自分の実力は疑ってはなかったんですけど、
このままでやってダメだなと、まだまだ足りないと、うん自分の努力も含め足りないと、っていうところがやっぱり自分的には力出し切れた、出せなかったというよりは出し切ったけど、まだまだ足りないというのは感じましたね。であの時に一発タイム勝負の時だったんで、一発でもいいタイムが出れば、まだ決勝に残れる可能性があるということで、最終ラウンド、でしんのすけはもう先に A 面を決めてるタイム、もうおそらく落ちることはないだろうというところにいたんで、それを目標になんだろう、もっとしんのすけが目標でしたね。なるほど。当然同世代だし仲良かったし、ライバル視しますよね。でそれを目指してですごく集中していったつもりだったんですけど、あの時スタートして最初試験があるんですけど、いきなりそこでこけたんですよ、ね。足立君もなんかそんなことやってましたね。僕もあれ聞いて、あれ彼もそうだったっていうの知らなかったですよ。状況は違いますけど、僕はもう最後しんのすけと戦う土俵に登るために気合い入れてったら、多分しんのすけも同じところであそこでやったんだろうなっていう、いきなりね、しかもギャップもそこにあるんですよ。多分ギャップにも取られつつインに入りすぎて、そのカーブに乗り上げてコテっていきなりひっくり返ったっていう。でもあの時に初めてラジコン、その後もないんですけど、その時1回だけ僕のラジコン人生の中で泣きましたね。走りながら、もうこけた瞬間に泣きましたね。もうそこで夢絶たれるみたいな目標がもうそこで終わってしまったという。でも今考えてみれば、あの時のその状況はもうあの時にちょっと感じ始めてたんですけど、やっぱりその当時って物の差っていうのがすごくやっぱあって、まずその電池、パワーソースですよね。やっぱりよりパワーがある、さらに電池の容量もある、やっぱそのワークス体制という、売ってるものでは戦えない時代だったのはこれも事実だったと思うんですけど、やっぱそのいかにそのワークスになって、そのサポートをもらって、その中でのし上がって、そこにある一番いいものを、供給してもらえる立場になるかっていう、当然待ってただけじゃ来ないし、それはもう自分で掴み取りに行かなきゃいけないんですけど、今持ってるものではとてもじゃないけどそのレベルでは戦えないというのを周りも含めて教えてくれた、教え始めてくれてたっていうタイミングではあったんですけど、具体例で言うと、やっぱその時にスポンサーいただいてた J パワーの関口さん、もし世界を目指すんだったら、この体制では無理だと、やっぱり大きいところに行かないと、もううちではこれ以上ないと、もうスピードは出したらもっと電池が持たなくなる、走りきれなくなるという現実があって、そのまま J パワーを使いたかったけど、このままではダメだからお前はもっといいところに行くべきだっていう押してくれたっていうところがあって、でその時やっぱりいきなりじゃあモーターだけ横茂さんお願いしますっていう時代ではなかったので、でその時に日本ではもう横茂と戦えるのはアトロスしかないと、それこそパイセンがパイセンがもうバリバリの時にバリバリナンバーワンでやってたアトラスにお世話になることになり、でそこでパワーソースっていうのを初めてJ パワーからアトラスに変わって戦闘力っていうものはやっぱりちょっと上がりましたよね。でそれで戦って、95年のその後の世界選手権、初めて出たのは93年のイギリスの世界戦なんですけど、その次の世界戦はやっぱり、その悔しい思いをした分、でましてや95年は日本で開催で、有名な矢田部アリーナでやるっていうのも決まってたんで、そこで A 面に入ること、本来だったら世界選手権もやっぱ順序を踏んで、イギリスは全然ダメだったイギリスは確か I メインとか4区が D メインぐらいだったかな、40番50番ぐらいなところと、2区は多分80番90番ぐらいだったのを、やっぱり30番以内っていう、キリのいいところで、C メインまでに入ることを目標にするのが本来だと思うんですけど、あの頃やっぱりとにかくラジコンにどんどんハマって練習もしてレースも出てたんで、やっぱりもうそんな目標ではダメだと、A メインに入ることを目標に、全面的に、スポンサーさんからもバックアップしてもらい、
練習を積んでたんですけど、やっぱりその当時の、京商さんのレースにかけてるその体勢っていうのはやっぱりヨコモには及ばなかったんですよね。その時の、足りなかったものっていうのはやっぱり政治力というか、やっぱりいいものをこう引っ張ってくる、やっぱりそのワンブランドだけでは全部揃わない、やっぱりタイヤだったり、その電池だったりモーターだったりいろんなのを組み合わさってそのトータルパッケージで戦わなきゃいけないんで、あの時やっぱり京商さんとしてやっぱ弱かったのはタイヤだったと思うんですよね。やっぱ横もにはプロラインがついてる。なるほど。でプロラインって聞いたこともないような当時、アメリカでは当然有名だったと思うんですけど、日本では全然まだまだ、とにかく世界戦になるとスペシャルが出てくる。ヨコモだってヨコモが開発しているスペシャルタイヤがあったりだとか、やっぱりヨコモタイヤもどんどん良くなってる。京商の車を使ってるといえども、やっぱりタイヤは買うとなると、市販されてるタイヤを買うしかないから、そうヨコモのタイヤ買ったりしてたわけですよね。でも買ってるタイヤではやっぱり本番に持ってくるスペシャルタイヤみたいなのが当時いっぱいあったんで、そういうものを手に入れるためにはやっぱりそこのものを手に入れるのにはヨコモに所属するか、そういう政治力をつけてって、そのスポンサーをもらって手に入れるしかないと。すでに中学校ぐらいで考えた。中学3年生の時がそうですね。で中学3年生の時に矢田部の世界選手権に参加して A 面に残るつもりでいたんですけど、あの時は、当然広坂さんが優勝するだろうなと、矢田部だし、よりその確率は高いだろうなと思われたところに、広坂さんも大苦戦した、まして日本人大惨敗、もう誰も他に A 面に残れず、かすりもせず、足立慎之介、パイセン、あの頃ね、当然世界選手権も優勝を目指して、広坂正美以外のドライバーはもう本当に優勝の湯の字も見えなかった、ショックですよね。さすがにそこまで差はないと思ってたけど、やってみたらやっぱり全然やっぱ世界との差ってあるんだなと。広坂正美ですら地元の矢田部なのに。でその時に、噂のレベルですけど、モーターの神様のマイク・リーディさん、それこそもう普段会うことない、もう雲の上の存在の人ですね。だからもう自分に関わることっていうのは実際にはあんまない。ヨコモさんがリーディを取り扱っては売ってましたけど、実際マイク・リーディと関わる機会なんていうのはないなと。ただ世界選手権に行けば、本人見れるし、94年かな、アメリカのリーディレース、バギーのリーディレースにあの頃招待してもらえる、そしたらやっぱりマイク・リーディさんが本当に神様のようにピット必ず端っこに座るんですよね。端っこというか一番人が通るところの一番この端のところに座ってモーターをね作ってるんですけど、であれがマイク・リーさんかと思って、まじまじと横についてで見てたりとかして、そうするとちょっと話しかけてくれたりとかするんですよね。そうなんですね。でおそらくマイク・リーディさんも、広坂さんのスポンサーをね長年やってるんで、日本人とのそのやり取りというか、日本人が英語をねあんまり喋れなかったとしても、こう話しかけてあげるみたいな。多分ところリーディさんにもなんか話しかけられたと思うんですけど、何言ってるかそこから分からずにニコニコするしかないっていうでこう罰が悪いからもうこう去っていくしかないみたいな感じでしたけど、実はその時にロッシーに実はちょっとスポンサーをしてもらってたことがありまして、でなぜロッシかっていうと、あの頃京商とロッシっていうのはこうちょっとセットみたいな風潮というか、ロッシに4区がないで、ロッシのドライバーが4区を選ぶときは大体京商を選んでると、そういうつながりもあって、であの頃京商さんで海外の営業担当してた方にちょっと話をしてもらって、なんとか肉をねロッシさんでサポートしてもらえないかっていう話をしてもらったら、あの頃ちょくちょく日本のレースでも全日本選手権で A 面に残ったりとかして、で若い年齢ということもあって、じゃあいいよ、じゃあちょっとだけサポートしてあげるよと一応正式なサポートとして、全部が全部ねフルじゃないですけど、サポートしてもらったのもあって、でリーディレースに行けば、ロッシーはアメリカなんで、そのロッシーのお膝元でやるレースということで、情報いろいろもらったりとかして、でその時に京商ロッシーアトラスという、パッケージを組んで、でそれを95年の矢田部の世界戦まで
持ってったんですけど、その間にやっぱり自分のその成長過程の途中で、横茂さんにいたよくレースの現場に来られる人たちに、お前いつ横茂に来るんだというちょっとこう、冗談半分ね、この誘いをもうちょくちょくこう言ってもらえるようになって、でマイク・リーディさんもね、お前のことをよくなんか最近気にしてるから決心がついたらいつでもなんか面倒見てくれるって言うからって言ってはくれてたんですけど、やっぱり自分はその自分の、サポートしてもらった人たちと一緒に育ってきたんで、このままずっとやっていきたいなと、リーディさんっていうそのねモーターの神様に見てもらえるのは嬉しいけど、やっぱりその仲間を大切にしてやっていきたいなっていうのがあったんで、自分の本心としてはもうこのまま移動せずに、このまま横本と戦ってこのパッケージで弘坂正美に勝つというのを思って矢田部の世界戦出たんですけど、やっぱりそこでも現実を突きつけられ、でやっぱりタイヤと電池、でちょっともう燃費の話を、最初から連呼してますけど、僕は結構垂れ蔵って言われてていよいよやっぱり大きなことを考えていかないと、この先もし本当に世界戦を勝ちたければ何かしなきゃいけないなと思ってたところに、アトラスの、佐藤さん、表彰オートモデルとして、筑波さん、でもうこの2人からも、お前はもう横茂に行けと。僕本心としては、行きたくなかったんですね。でも弘坂正美を倒すためには、行って倒してこいと、お前倒せると思ってんだろと、だから行って倒してくればいいじゃんと、だから応援するからと、だから行ってもう気持ちよく行って気持ちよく倒してこいと、っていうのを言ってもらって、なんかあれですね、なんかこうなんならこう敵の陣中に殴り込むためにこうスパイ的に入ったようなそうですね、そんな感じですよねとね。でその時に筑波さんが当時の横茂のオーナー社長さんである横堀さん、矢田部アリーナで練習してた時に、たまたま横堀さんもいて、そもそもそういう話で呼んだのかもしれないですけど、普段ねその横堀さんが矢田部にしょっちゅういるわけじゃないんで、たまたまその時いたのか呼ばれてきたのかちょっと分かんないですけど、なんか筑波さんと横堀さんが車の中で長いこと話してたんですよね、わざわざ車の中で。何話してんのかなと思って、で僕は知らなかったんですけど、どっちから筑波さんから聞いたか横堀さんから聞いたかちょっと定かではないんですけど、筑波さんがその横堀さんにお願いをしたらしくて、もう嫌だけど腹棒を横茂に渡すと、その代わりとにかくあいつを世界チャンピオンにしてやってくれと、あいつにいいものを与えてやってくれと、そうしたら絶対にあいつは勝てるからと言ってくれて、それだけ約束してくれと、弘坂正美と同等で戦わせてやってくれと言ってくれたみたいで、最初に横茂に行くことを決断して、その筑波さん、佐藤さん含め、一緒にやってたその梶原さんとかも、申し訳ない気持ちもすごくあり、ですよね。で佐藤さんと筑波さんはもう、仕事の部分もあるんで、業界のその仕事の部分で考えても、そうするのがいいと決断したあれだったんですけど、梶原さんに関してはもっとより近い友達みたいな感じでやってたんで、梶原さんに横茂に実は行くことになったんだっていうのが、一緒に横茂を倒すことで一緒にやってたんで、すごく言いづらかったですね。タイミングを見計らっていつ言おうかってね、ドキドキしながら、いやこのまま言わない方が楽かなとかいろいろ考えたけど、梶原さんに言った時にもやっぱりそれは喜ばなかったけど、原君ならやれると思うよと、頑張ってきなよと言ってくれたんで、そういう人たちの気持ちも背負いながら横茂に、ちょっと言い方がちょっと難しい、いやいや言ったわけではないけど、本心としてではなく、あくまでも世界チャンピオンになるために入れてもらったと、押してもらって入れてもらったみたいな。この話っていうのは、その仲いい身内とかは別として、今までこう雑誌とかメディアなんかで話したことあります？ないです。ここまではないですね。なんと、初ですね。そんな話を、今だから話せるっていうのはありますね。そうですね。あと文面にするとやっぱちょっと難しい部分もあるので、今こういう動画で紹介できるというところが、より伝えやすいかなと思うんですけど。いや面白い話を聞きましたわ。ここまでが、表彰時代から、
一つ変わってはい横網時代に切り替わるという、89年の終わり頃から95年までが、まあ、一つの区切りとして、そうですねまあ、それが中学3年生で、はいで高校に進学するときにはい横網に入ったという、まあ、そういうちょっと分かりやすい区切りにはなってるんですね。じゃあここからが横も編という感じでそうですね、はい。お話しいただきましたね、いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。